逆転裁判6ドラマ CD クライン王国編逆転の幽霊退治。修行ですっかり遅くなっちゃったよ。なるほどくん、心配してるかな。何の音だろう。確かここってクライン教の美術館だっけ。姫？大丈夫ですか？出たのじゃ。あなたは館長さんですよね。どうしたんですか？だから出たのじゃ。出た？これも違う、これも違う。裏飯屋。ちょっと置いていかないで。裏飯屋。でね、なるほどくん、その幽霊が始祖様の像を片っ端から壊してたんだよ。始祖様ってクライン教の創始者の霊媒師だっけ？そうそう、それで幽霊がいたのはちょうどあの辺り。うわ、派手に壊されてるな。それにしても随分と始祖の像があるんだね。何十体もあるぞ。全部壊されてるみたいだけど。徹底的だよね。きっと強い恨みがあったんだよ。始祖の像にね。で、その後はどうなったの？それがね、情けないことに逃げる時に転んで頭打って気絶しちゃったみたいなんだ。朝までぐっすり。さ、まよいちゃん、それ寝ぼけてただけじゃないの？違うよ、館長さんだって見たんだから。それにしてもこれでもないか。どういう意味なんだろう。そこにおったか、この罰当たり者め。あれはレイファ様。おやおや、ちょうどよかった。犯人自ら現場に現れてくれましたか。綾里迷いよ。私ですか？那由他検事まで。一体どういうことでしょう。ご存知でしょう。昨晩何者かによって破壊された始祖様の像のことです。そして今朝早く美術館からふらふらと出てくる綾里迷いの姿をレイファ様が目撃された。あとは皆まで言う必要はありませんね。ちょっと待ってください。それは誤解ですよ。おや、うるさいどぐされ頭の弁護士がいましたか。ええ、そりゃうるさくも言いますよ。だって今回は明白な真犯人がいますからね。真犯人？はい、彼女は昨晩始祖の像を壊す幽霊を目撃しているのです。おやおや、かわいそうに。いつもの妄想癖が悪化してしまわれたようですね。本当です。館長さんも見たはずですから。とんがり頭よ、よまいごとはいい加減にせえ。よまいごとかどうかは結果を見てから判断してもらいましょうか。結果とは？やることはただ一つ。僕がその幽霊を捕まえて警察に突き出してみせます。なんじゃと？なるほどくん、大丈夫なの？あんなこと言っちゃって。まあなんとかしてみるよ。
問題はなぜ幽霊が美術館に現れたのか、そしてなぜ始祖の像をことごとく破壊していたのか。とりあえず目撃者に話を聞いてみるのが一番だな。館長さん、話してくれますよね？なんじゃ貴様らは。わしは幽霊なぞ見ておらんぞ。せっうせろ。昨日あんなに怯えて逃げてたじゃないですか。バカを言え小娘が。わしは非科学的なものは新人主義なのじゃ。わしは物理学の辛抱者で。あ、館長さん、肩の上に青白い顔の人が。許してお母さん。鏡込んじゃったよ。館長さん、何か心当たりがありませんか？あの幽霊は何者なんでしょうか？だから知らんと言っておろうが、心当たりなどない。これはサイコロック。どうやら館長さんには何か秘密があるようだな。なるほどくん、どうする？そうだな、とりあえず美術館で待機して夜を待つことにしようか。その幽霊が出るかもしれないし。ねえ、ところでどうやって幽霊を捕まえる気なの？虫網、落とし穴、麻酔銃、それとも素手？そうだな。僕は弁護士だから、まずは話し合ってみようかな。ほら、幽霊といえど話し合えば分かり合えるかもしれないし。素直に留置所に入ってくれるといいけど。深夜3時か。まよいちゃん、お手洗いに行ったっきり戻ってこないぞ。トイレで寝てるんじゃないだろうな。出たって、女の子なんだからそんなはしたないよ。トイレのことじゃないよ。恨めしよ。うわー！出た！恨めしよ。なるほどくん、ほら話し合って。その幽霊さん。恨めしよ。意義あり！なるほどくん、ちゃんと話さないと取り殺されちゃうよ。恨めしよ。恨めしよ。取り殺さないで！え？お腹の音？恨めしよ。意義あり！お腹が空いてるって、あなた生きてるでしょ。てかよく見たら足もあるし。いや、それこれはだな。最近の幽霊は進化してるんで、バキャロ。こう足も生えてきてよ、腹も減りゃ物も食うって寸法よ。は？よっしゃ、今宵はつまみに酒でも引っ掛けてパーッと散財するかい。おいら酔い越しの銭は持たねえ主義でよ、幽霊だけに酔いは越せないってか。よっ、うまい。随分と生きのいい幽霊だな。それじゃあそういうことで、これにて失敬。まゆちゃん、取り押さえるよ。よし来た。ガチャン。逃げた。追いかけよう。
待て墓地に逃げ込んだよ。あだいてなんでてめえらしつけんだよバッキャロどういうことか聞かせてもらいますよ。あなたのせいで迷いちゃんが疑われてるんですから。てやんでい復讐だよバッキャロ復讐？どういうことですか？あの野郎艦長においら殺されたんで。殺された？おうよ艦長の野郎は元刑事なんで。そうなんですか？おうよそいであの野郎おいらのことを国家に盾つく革命派だと勘違いしやがってよ追いかけられたんで。おいらが宮殿の爆破を目論んだとか抜かしやがったが根も葉もない話よ。それは大変でしたね。それで殺されたっていうのは？ありゃ1年前のことさ。あいつに山ん中に追い詰められてよ。それであの野郎おいらのことを突き落としやがったんだよ。崖から急流に向かってよアンチキショー。なんですって？それ立派な殺人じゃないですか。だから復讐してやるんで。それにあの野郎おいらを突き落とした時に大事な始祖の像まで奪いやがったのさ。始祖の像ってあなたが壊してたものですよね。おうよおいらは彫刻家でよ。美術館の像もあれ全部おいらの作品よ。艶に現るといや生前ちった有名だったんだぜ。でよ館長に奪われた一品物が美術館にあるはずなんで。ああ、だから幽霊のふりして探してたんですね。生きてることがバレたらまたポリコーに追われちまうからよバッキャロ。その始祖様の像ってそんなに大切なものなんですか？おうよあいつがありゃおいらは生き返ることができるんで。生き返る？どういうことですか？兄ちゃんそいつは企業秘密ってやつよバキャル。はあいつのせいでおいらの人生はおしまいよ。実家に帰りゃ家族が悲鳴上げて塩ぶっかけてきやがるしよ。幽霊だと思って話も聞きやしねえ。それに女房も他の野郎と再婚しやがって。おいらにはもう何も残ってねえんで。本当に幽霊になっちゃったんですね。あの像を取り戻したら美術館を燃やしてやるのさ。復讐だバッキャロ。派手な花火あげたらべらぼめ。おいおい、そんなことされたらまた迷いちゃんが疑われるぞ。ねえ、なるほどくん、どうするのこの幽霊。警察に突き出したら多分死刑になっちゃうよ。国家反逆罪だろうし。そうなったら本当に化けて出そうだね。そうだな。館長さんが幽霊ツヤニさんを見たことを認めたくないのは過去の罪があるからだ。だったらその罪を認めさせることができればもしかしたら。でもそんなこと一体どうやって。なるほどくん、私に考えがあるんだけど。え？迷いちゃん、この格好は一体、白装束にこれはお札？ほら、祈祷師の格好だよ。幽霊の専門家の。つやぎさんには私から話しといたから。はあ。僕はどうすれば。館長さん来たみたいだよ。どういうことじゃ。夜の墓地になど呼び出して。さて館長さん、ここにおわすとんがり頭の男性は日本からいらした偉大なる祈祷師ハッターリナルホドー様であられます。なんだよそれ。祈祷師じゃと？こいつが
本当か？なるほどくん、合わせて。本当であるぞ。実際それがしは昨晩ツヤニの魂を呼び出して対話したであるぞ。何その演技。こらバレるから静かに。彼から聞きましたぞ。お主はツヤニさんの死に深く関わっておるな。聞く。知らんぞ。出たサイコロク。よしここで。艦長よ、それがしはツヤニさんから直接聞いたであるぞ。何を聞いたというのじゃ。お主はツヤニさんを崖から突き落としたな。なぜそのこと。やった、サイコロックが砕けたぞ。さあ、これでわかったでしょ。このお方は本物の祈祷師なのです。なんということじゃ。なんだか信じてもらえたみたいだぞ。艦長さん、このお方がこれからツヤニさんを呼び出しますから、彼の前で自らの罪を認め謝罪してください。そうすればあなたを悩ます幽霊からもきっと解放されることでしょう。祈祷師様、それでわしは許されるのですか。もちろんであるぞ。ただし幽霊が無事成仏したら像を破壊した幽霊について証言してくれるな。約束します。どうかあの忌まわしい幽霊からわしを解放してくだされ。はったーり様、ありがたやありがたや。おいおい、効果てきめんだなこりゃ。ではまゆちゃん、どうすればいいかな。とりあえずそれっぽい呪文を唱えて。呪文？生麦生ゴミ生卵、隣の牡蠣はよく客食う牡蠣だ。はあ、早口言葉だし間違ってるよ。あ、だけど恨めしよ。本当に出た。ここであったが100年目。てめえよくもオイラを殺しやがったな、こんちきしょう。覚悟しやがれバッキャロ。違うんじゃ。あれはその事故だったんじゃ。てやんで嘘をつきやがれ、このトヘンボク。ごめんなさいごめんなさい。それもおめえさんはオイラが転げ落ちても離さず大事に抱えていた始祖の像も奪いやがったんだ。誤解じゃ。奪ったのではない。黙れ。始祖の像を返しやがれ、このすっとこどっこいが。取り殺さないで。待った。ツヤニさん、艦長さんの言ってること本当かもしれませんよ。だと？どういうことで？ツヤニさんは崖から落ちるとき始祖の像を持って転げ落ちたんですよね。そして急流に飲み込まれた。それにもかかわらず、なぜ艦長さんはあなたの始祖の像を持っているのでしょう。あ！艦長さんはツヤニさんを助けるために探しに行ったんじゃないですかね。艦長さん、違いますか？確かに祈祷師様の言う通りじゃ。揉み合った時にわしはあんたを誤って落としてしまった。わしはすぐに崖の下に降りてあんたを探した。じゃが始祖の像だけが残り、あんたは見つからなかった。おそらくあんたは急流に飲み込まれて。だからわしはせめてもの供養にと始祖様の像を美術館に飾ったのじゃ。
彫刻家だったあんたの仕事を展示することで弔いになると思ってな。あんたの生前の作品も多く集めた。刑事だってそのために辞めたのじゃぞ。そんな、そうだったんかい。サイコロックはもう出ていない。本当のようだな。じゃが悪いのはわしじゃ。だから謝る。すまんかった。おいらその始祖の像さえ戻れば文句はねえよ。館長さん、明日の朝墓地に始祖の像を持ってきてくれますか？ツヤ兄さんの墓前にお供えしましょう。そうすれば彼もきっと。ああ、わかった。約束しよう。幽霊を見たことはわしも証言してやる。その娘の罪も晴れよよっしゃ、そうと決まったら今夜はみんなで酒盛りでもしようぜ。おいらの秘蔵の一本振る舞ってやら。そんなことしたら生きてるってバレま。おお、それはいい。これが本当のメイドの土産ってやつやな。意外と大丈夫そうだね。さすがはクライン王国。乾杯。ほらほら、私たちも混ざろうよ。やれやれ、幽霊との宴会か。日本じゃ考えられないな。さて、そろそろ約束の時間か。ツヤニさんはその辺に隠れててくれますか？ああ、これでようやくオイラも生き返ることができるぜ。それってどういう。ああ、なんでやぶから棒に。ほら早く。おや、あなた方は。今度は墓泥棒でもするつもりか？どうしたんですか？こんな場所に。今朝垂れ込みがあったのですよ。死んだはずの革命派の男を墓地で見たという垂れ込みが。なんですって？まさか館長さん、ツヤニさんが生きていることに気がついて、昨日の謝罪は嘘だったのか？怪しさと迷い、あなたには謝罪せねばなりませんね。美術館で始祖様の像を壊していたという幽霊、ツヤニアラワールは実在していたようですから。おや、そこに隠れているのはどなたでしょう？まずい。見つけたぞ。館長さん、あなたって人は。検事さん、リーファー様、ツヤニを見つけました。あっちです。向かい側の路地です。でかしたぞ。行くぞナユタ。承知しました。間一髪じゃったな。館長さん、どういうことですか？ああ、昨晩の様子を見た近隣住民が通報したらしい。しまった、騒ぎすぎたか。ツヤニさんよ、出てきなさい。生きとるんじゃろ。なんで気づいてやがったのかい？さすがに今朝冷静になって気づいたばい。じゃがツヤニさんとは酒を酌み交わしたなが、助けてやりたいと思っての。俺お前さんの探しとったもんじゃろ。それがツヤニさんの始祖の像。へへへへ、こいつだこいつ。何を。これでいいのさ。目的は中のもんだからよ。おれ、これは船のチケット。おうよ。追っ手をかいくぐり、やっとこさ手に入れた極楽浄土への片道切符よ。反逆者の汚名を着せられたおいらはこの国じゃ生きていけねえ。こいつで高飛びして生まれ変わるって寸法さ。
だから始祖様の像を片っ端から壊してたんですね。へへ、てめえの大事な像がどれかわからなくなっちまったからな。言ってしまうのじゃな。およ、目指すは芸術の都パリ。そこでおいら彫刻の腕を磨いてやるぜ。見てな、いつかおいらの彫刻が世界で認められる日が来るからよ。うん、楽しみにしておる。わしの美術館にも飾らせてくれ。それじゃおいら行くぜ。あばよ。無事に成仏してくれたみたいだね。なるほどくん。ああ、それにしても生きのいい幽霊だったな。